どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、だいぶ前に投稿した JEX Slim Filter M の徹底検証動画は覚えていますでしょうか？その動画内でもお話ししていた通り、Slim Filter M は自分が愛用している外掛けフィルターなんですが、この度その正当進化系が発売されることになりました。今回はありがたいことにそちらの最新のスリムフィルターを JEX に提供していただいたので、早速レビューしていきます。結論から言うと、紙フィルターがさらに紙フィルターになりました。実際に触れてみて、今までスリムフィルターを使っていて悩んでいたことがほぼ全てなくなったので驚愕しています。というわけで今回は、愛用していた同サイズの旧スリムフィルターとどこが違うのか、どこよりも徹底的に分かりやすく比較検証したので、ぜひ最後まで見てやってください。ちなみに本動画は尺の都合上、旧モデルとの比較がメインになるため、スリムフィルターの細部にわたる詳しい詳細スペックについては、過去動画の方が分かりやすくなっています。購入を検討される方は、過去動画も一緒に見ていただければ、より購入の際の参考になると思います。というわけで、前置きが長くなると製品の紹介ができなくなるので、早速製品の紹介に移りたいと思います。それでは今回紹介する製品はこちら。JEX Slim Filter DCX M3。こちらは JEX Slim Filter M の同様ローの外掛けフィルターとなっております。他サイズは SS1、S2、L4 があり、末尾に数字が割り振られているのが正直ちょっとややこしいです。こちらは水量35リットル以下の水槽に適合するサイズとなっており、自分は30センチキューブ水槽に使用していました。スペックは幅 22.6 センチ、奥行き12センチ、高さ 15.2 センチ、消費電力 2.8 ワット、流量 4.8 リットル毎分となっております。サイズは旧モデルと全く同じなのですが、旧モデルは消費電力が 50Hz 帯で 4.6 ワット、60Hz 帯で 3.7 ワット、流量が 50Hz 帯で 3.7 リットル毎分、60Hz 帯で 4.5 リットル毎分となっていたため、新モデルは単純に消費電力が下がって流量が上がっています。これは DC ポンプを採用しているおかげで、口述する複数の大きなメリットを生み出している目玉の進化ポイントです。西日本、東日本で違っていた消費電力と流量も同じになっているため、地域での差がなくなっているのも嬉しいところ。パッケージには動作音 12% ダウン、消費電力 39% ダウン、最大流量 29% アップと記載されています。適合水槽は水槽内の高さ20センチ以上、水槽内幅21センチ以上、枠幅12ミリ以下です。パッケージを見比べてみると、デザインは似たような感じになっていますが、細かい文言などが変わってますね。パッと見は新しいやつか古いやつかわからないレベルには似てます。それではうんちくを垂れる前に早速開封していきましょう。まず出てきたのは説明書。こちらは特筆すべきことはありません。いつも通りこれが保証書も兼ねているためなくさないようにしましょう。保証期間に関しては購入後1年です。続いて出てきたのは本体。若干グレーがかった本体に白をベースとしたシルバー塗装が施された蓋がマッチしています。本体の中には最初からバクテリアマット1枚と活性炭マット2枚が入っているのですぐに使用できます。続いて出てきたのは L 字のパイプ部分です。こちらは旧製品と全く同じ感じがしますね。そしてもう一つ出てきたのは水平調整パーツです。次に出てきたのはこの新しいスリムフィルターの肝心な部分であるポンプです。ここが旧モデルと大きく変わっており、省電力性と流量の向上を実現しています。分解はこのように爪部分を持ってカバーを外すだけです。するとインペラ部分が露出するので、掃除をする際はここを開けてメンテナンスしましょう。それでは組み立てていきます。まずは底面部分の穴に水平調整パーツを取り付けます。続いては L 字のパイプをしっかりとはめ込みます。ここには流量調整つまみがついており、水流を調整することも可能です。L 字パイプをつなげたらモーターをそこに取り付けます。これで組み立ては完了です。だいぶ簡単ですね。
続いては皆さんが気になっているであろう旧モデルとの比較です。まずは外観から。スペック通りサイズは全く一緒です。蓋の部分に関してはほぼ一緒ですが、印字されているスリムフィルター M の文字が若干違うのと、M の色が黒になってます。こちらに関しては微々たる違いです。サイドから見てみるとこんな感じ。映像では伝わりづらいと思うんですが、全体的に新モデルの方が透明度が高くなっています。L 字のパイプ部分を見比べてもらえば分かりやすいんですが、新モデルの方が全体的に薄くなっています。これに何か意図があるかは分かりませんが、とりあえず露材の状態が見やすくなっているのは新モデルの方です。ただ、ガチで並べてみないと判別がつかない程度なんで、苔が出やすいとか露材が見やすいとか、性能的に大きな差はないと思います。ろ過層内も全く一緒で変更点はなく、落水部分も全く同じです。これは露材マットが流用できることからも分かっていたことですね。ちなみにこちらの水平調整パーツの色も変わっています。新モデルは真っ黒で、旧モデルはグレーです。サイズは一緒なので互換性はあります。そして先ほどお見せした肝心のモーター周辺部分、ご覧のようにパイプの色が明らかに薄くなってます。また流量調整つまみが水平調整パーツ同様、新モデルが黒く、旧モデルがグレーになっているのも変更点です。給水パイプに取り付けるアラメスポンジは全く一緒で、品質に差はないように見えます。給水スリットも形状は同じで、L 字パイプ同様、新モデルの方が薄いです。そして気になるモーター部分は、新モデルの方が大きさは小さくなっています。ただ新モデルは水を通すための筒のような出っ張りがあるため、占有するスペースはほぼ変わりありません。また色も新モデルが真っ黒なのに対し、旧モデルはグレーです。インペラ周りはこんな感じ。新モデルは先ほどお見せしたようにカバーを外せばすぐにインペラにアクセスできますが、旧モデルは一度パーツを回して取り外し、そこからカバーを取らないといけません。まあ正直大した労力の差ではないので、どっちがいいというレベルの違いではないです。中はこんな感じ。パッと見インペラのサイズは同じに見えますね。見比べてみるとこんな感じ。全く一緒です。これで流量が上がっているということは、単純にインペラの回転数が上がってるんでしょうね。ちなみに新モデルは給水側と排水側のパイプの位置がずれており、正面を向けるか左右を向けるかでだいぶ印象が変わります。旧モデルはほぼ一直線になっているため、水槽壁面に干渉をしなければ正面を向けた方が一番無難です。そして個人的にめちゃくちゃここがでかいポイントだと思っているのがコードの太さです。ご覧のように旧モデルはお世辞にも取り回しがしやすい太さではなく、結構コード側に引っ張られてずれることがよくありました。これが旧モデルを愛用してて地味にストレスだったんですよね。新モデルは DC ポンプということで USB 給電のおかげなのかは分かりませんが、めちゃくちゃ細くてしなやかです。おまけにコード長が旧モデルが 1.4 メートルだったのに対して 1.5 メートルに伸びています。これだけ取り回しがしやすいコードなら長い方が助かるので、純粋に伸びたのは嬉しいです。そしてコードが細くなったおかげでポンプの上部にホルダーを取り付けることができ、そこにカチッとはめることでコードが邪魔になりません。こういうところは実際に今まで愛用してこなかったらそこまで重要視しない改善ポイントなので、ヘビーユーザーとしては見逃せないポイントです。ちなみに先ほどお話ししたように USB 給電になっているため、別途 USB アダプターが必要になります。今のご時世、うちにいくらでも余ってると思うので、個人的には全く困らないし、むしろ全ての機器が USB 給電になってほしいと思うレベルなんですが、持ち合わせていない方は100円ショップとかで買う必要があるので注意が必要です。というわけで旧モデルとの外観比較も終わったので、実際に稼働してみて流量、水流、静音性を比べてみましょう。まずは30センチキューブ水槽に取り付けた状態の外観から。やはりスリムフィルター M はこれくらいのサイズの水槽にぴったりですね。スリムなだけあって場所も取りませんし、ろ過槽容量も 800ml と大容量なので文句なし。これは旧モデルから変わらないいい点です。ちなみにオールガラス水槽だとどうしてもぐらつきますが、どの外掛けフィルターも空の状態だとぐらつきます。
だいたい水を入れると安定するので特に使用していて問題はありません。たまに水平調整パーツの調整をせずにめちゃくちゃぐらつかせたまま使用している人がいるので気をつけてください。このゆとりに関してはオールガラス水槽からフレーム水槽まで幅広く対応できるように設計されている部分なので仕方ないですね。ただ水平調整パーツが取りやすいのだけはどうにかしてくれ。それでは水槽に水を張って各種検証に移ります。このフィルターは水中内モーターのため予備水は不要で、コンセントに差し込むだけですぐに始動することができます。早速スイッチオン。結構勢いよく水が流れていってます。これは流量にも期待が持てますね。ちなみにこの新モデル DC ポンプに代わってジェックスが真っ先に押していたのが静音性の向上なんですが、これが劇的に変わっていればガチで革命です。というのも旧モデルのスリムフィルターは静音性が悪く、お世辞にも静かとは言えない製品だったんですよね。一時期30センチキューブ水槽は全てスリムフィルターで運用していたんですが、少しポジションから外れるとモーターと上蓋が共振しだして高音のビビリ音がしてました。これが結構耳障りで甲高い音がいい感じにイライラさせてくれます。その対策として上蓋の縁周りにビニテを貼り付けて緩衝材にしたりと結構工夫がいりました。それがこの DC ポンプであれば生で振動が伝わらないためビビリ音もせず、単純なモーター音も劇的に軽減されているとのこと。ということで実際に触ってどこが振動しているか見てみました。実際に触ってみるとガチで蓋は振動してません。なんで振動してないのかはわかりませんが、旧モデルのあの全体が振動している状態は改善されているようです。振動が伝わっているのは L 字パイプのみで、本体も若干振動を感じますが、L 字パイプ以降のパーツには共振がほぼ起きていません。これは静音性にも期待が持てますね。それでは新モデルと旧モデルの比較に移ります。まずは落水部分の比較から。新モデルの流量最大がこちら。結構勢いよく落水しているのがわかります。続いて旧モデルの流量最小。正直あまり変わらない感じがしますね。自分の住んでいる地域は西日本なので、元々の流量が 0.3 リットル毎分しか違わないのも影響しているかもしれません。東日本であればもう少し違いが出ると思います。続いて新モデルの流量最小。だいぶちょろちょろです。さすがにこれで運用する人はいないでしょうね。次に旧モデルの流量最小。こちらもだいぶちょろちょろです。続いては水流検証に移ります。いつものメラミンスポンジを細かく切ったものを使用して水槽内の水流を確認していきます。まずは新モデルの流量最大。なかなかの流量ですね。スリムフィルターは落水部分が直角に近いので流量以上に勢いがあります。これだけしっかり回っていれば止水域の心配もありません。続いて旧モデルの流量最大。こちらもしっかり攪拌されてます。ただ先ほどの新モデルの方が落水部分の勢いが若干強いように感じますね。まあこれくらいの流量でも問題はないと思います。続いては新モデルの流量最小。先ほどの落水部分を見てもらったらわかる通り、そこの方は全く動きがありません。落水部分のところはさすがに流れがあるように見えますが、30センチキューブ水槽くらいの大きさだとこれで運用するのは厳しいです。続いて旧モデルの流量最小。こちらも同じようにほとんど動きがありません。調整する幅が広いのはいいことですが、実用性はそこまでといった感じです。それでは最後に一番気になる静音性について比較していきます。検証するにあたって正確な音量を把握するため、周囲は雑音がほぼない環境で録音しております。果たして本当に新モデルは静かなのでしょうか。まずは旧モデルの流量最大から。今の状態は蓋が共振していないため、低いブーンという音が響くだけなので、特に気になるレベルではないと思います。ただ、静音かと言われればそうではないといった感じ。続いては流量最小。
こちらもブーンという音が聞こえますね。流量最大とそこまで大きな違いはないように思います。続いては新モデルの流量最大。いや、これやばいです。マジで静かです。しっかり聞いていただければわかると思いますが、旧モデルでは聞こえていたブーンという重低音が全く聞こえず、落水音が響き渡るのみとなっております。これは本当に革命的ですね。感動するレベルです。続いて流量最小。数値的には若干高くなっていますが、こちらも旧モデルとは比較するまでもなく静かです。売りにしていた静音性は本物のようですね。というわけで結論。旧モデルを買う理由がなくなった正当進化モデルです。正直これからスリムフィルターを使用するなら絶対にこっちを選んだ方がいいと断言できます。これは旧モデルを使用してきた自分だから言えますが、今まで悩んでいたことが全て払拭されました。簡潔にいいところをお伝えすると、静音性が爆上がりし、コードの取り回しが良くなり、なおかつコンセントを複数占拠しなくなったことです。まず静音性に関しては先ほどお伝えした通りで、モーターに近づいて旧モデルのモーター音を聞くとめっちゃうるさく聞こえるんですが、正直本質はそこではありません。一番頭を悩ませるところは蓋の共振による甲高いビビリ音です。その心配がなくなり、モーターの稼働音も純粋にほぼ無音になったのは革命と言わざるを得ません。それも DC ポンプがなせる技ですね。それに伴い USB 給電になったことでコンセントの取り回しがしやすくなりました。ご覧のように旧モデルは癖がつくくらいには硬く、このコンセントの位置によってモーターが引っ張られ、ちょっとしたポジションの違いで先ほどのビビリ音の原因にもなってました。これが改善されるのは騒音プラス取り回しの良さの相乗効果を生み出しています。そして何より自分は複数のスリムフィルターを運用していたため、一つにつき1個コンセントを使用していました。アクアリウムでは特にコンセント問題は大きい課題で、水槽1台ごとにヒーターもつけているならコンセントがいくらあっても足りません。しかし新モデルの場合は USB 給電になったため、一つのコンセントで複数のフィルターを取り付けることが可能になりました。おかげでコンセント地獄ともおさらばでき、スマートプラグとかで余りがちな USB ポートを有効に使えます。正直すべての機器が USB 給電になってくれれば、大量のタコ足配線からアクアリウムは脱却できると思います。なのでスリムフィルターを複数運用したいと考えている人には、特に新モデルがおすすめとなっています。今のところこのサイズで USB 給電の外掛けフィルターは存在しないと思うので、これだけでも選択する理由にはなるのではないでしょうか。というわけでいかがだったでしょうか。だいぶ駆け足でお伝えしていったんですが、どうしても尺が伸びてしまいました。ただその分素晴らしいフィルターだということが伝わったのではないでしょうか。今までデザインや機能面ではめっちゃ押せるけど、ところどころデメリットがあって悩んでいた外掛けフィルターがこんなにも華麗に進化してくれるとは思っていなかったんで、素直に驚きです。あとは価格次第ですね。旧モデルがだいたい1000円中盤なので、2000円前後であれば迷わずこちらをお勧めします。2月中旬発売予定なので、気になった方はぜひショップをチェックしてみてください。というわけで今回はここまで。